はい、どうも皆さん、トライアングルです。というわけで、今回なんですけど、こちら、呪術廻戦0、そして、海玉玉折、こちらが、渋谷事変、そして、こちらが、死滅回遊、こちらで、4グループというかね、それで、どこが一番強いのかというかね、強いっていうか、っていうのをやりたいと思います。で、今回ちょっとルールが、全部、ローゼツです、相手がローゼツ。じゃないと、属性がバラバラなんで、呪霊相当戦やるとね、いけないんで。で、ローゼツに勝てる。多分勝てるパーティーもいるかもしれない。ので、いた場合は、少しでも倒したターン数が多いチームが勝ちということで、これ、死滅回遊ですね。でも、この長宗と虎杖くんは、夜限定しかバフがかけれない。その代わり、乙骨くんは自バフもできるし、これあれだね、死滅回遊。一応、看護相手ではあるんだけど、レジスター戦の伏黒くんということで、こんな感じ。で、こちらが、本当は、これ 0.2 秒五条先生が良かったんだけど、影なんで、ローゼツって影半減なんですよ。だからちょっと、これあれかな、ももちゃん、こっちのももちゃんの方がいいな。で、こちらが、ちょっと、無料空所五条悟。こちらでやっていきたいと思います。だからこれも、どうしようかな、これ無料空所。もう気分上々でいいんじゃない？なるべく早めに無料空所打ってみたいな。そんな感じでいいと思う。いつからお願いして。で、次、こちらが、海玉玉折だね。ナナミンが幻あげれる。で、当時が幻を、それの反映を受ける。で、ゲトが、でも、翔子の方がいいかな、これの場合は。ローゼツ行くんだって。違う、関係ダメだ。ゲトでもあれか。術式、選択した時に攻撃あって、夜特性か。だったらあれだな、これ、こうって思ってたけど、こっちにしようか。こちらでいきます。いや、弱点だからいいかなって思ったんだけど、ちょっとデバフかからないのきつすぎるんで。で、こっちを証拠にしよう。こちら、海玉玉折。でも、いや、ゲトかな、ここは。ゲトでいきます。で、これね、回復ちょっと入れたいんで、いつからお願いでしょ。はい、こんな感じ。で、こちらは言い方あれだけど、ちょっと参考記録で。影が多すぎるんでね。一応、乙骨くんが4突んで、ゲトスグルもいる。で、さらに、パンダだと体術デバフがあるっていうことで、いいんだけど、ちょっと振りすぎるんでね。呪術廻戦0はあくまで、ちょっと、なんて言えばいいんだ。じゃあこれで呪術廻戦が一番低いから、じゃあ呪術廻戦0、あれだみたいな。じゃなくて、ちょっと参考でいきます。まずじゃあ、こちらでいきましょうか。回復欲しいよな。これ回復いるんで、パンちゃん、いやーでも、ゲト、これね、こうしようかな。で、パンちゃんも回復入れたい、正直。これでいいんじゃない？はい、これでいきます。遅れんじゃねえぞ。いやー、マキさんがマキさんとか一応アタッカーなんだけどね、トゲくん、もう一人トゲくんがいるんですけど、トゲくんも、ミゲルも影だし、てかまずミゲルいないしね。でもミゲルあれか、サポートで、ちょっと待って。サポートでミゲル？いやでも影だから意味ないわ、関係ないわ。じゃあ、ここはオツ。壁破りでいいかな、体術。やるか。で、かかってこいをして、ブレイクダメージ量上げる。で、合わせる以下まだかな。かかってこいよ。で、オツして、ここはね、正直もう、そうなるよね。痛い。死なせないは発動しちゃった。オツ、壁破り。ここら辺からじゃあ行きましょうか。合わせる理科。ドンして、壁破りして、さあ、おら32万ダメージ。ここはしょうがないです。もうこれはもう。いやー、マキさん。マキさんは磁力関係ないよ。いやー、でも死なせない発動しちゃう。オツする、壁破り、旋回切り、合わせる理科。もう、とにかく少しでもダメージを。壁破りして、回切りして、ブレイク率はやっぱり強いね。ブレイク率はさすがといったところ。いや、でもこれ、領域展開で全員死ぬんじゃないかなって思ってんだけど、これ。死なせないが発動する。別に死なせないでは発動していいか。パンティラッシュは意味ないんで、ここは連携して純愛だよ。さあどうだ、デバフががっつりかかったぞ。で、連続旋回切り。でも51万、半減で51万はやっぱりマキさんなかなかの火力。ちゃんとこのために SR マキさんもちゃんと育てましたからね。グレードも15まで上げて。いいねこれ、ユータ。この2人いいよな。モジロとかでね、とかの見ててもやっぱりいいよ。さあ次で領域展開来るぞ。これ領域展開来るが、もうこれ攻めるしかない。もうこれいつかの願いワンチャンするのありだね。これここ耐える。教示後で使うとここいつかの願いするか。おっこつくんがやられたら困るし。
パンダタックルかかってこい、合わせろリカ。かかってこいよさあこれどうだ、2万6000耐えるからマキさん。はい、パンダタックル22万ダメージ、合わせろリクリカスダブル耐えた。まあしょうがない。渦巻き打ちたいね。もう打っちゃう。でもなくなるけどな正直。でも2万、いや耐えれるか、まだ耐えれる。もうちょい耐えてみよう。だってゲトは多分デバフした方がいい。弱点じゃ勾配だったらね。いやでもこれはもう、いやオツか、合わせる理解できない。もうしょうがない。でもオツだこれは。渦巻き狙えたら行きたいかな。耐えろだー、これはまだしょうがない。ここは頑張った。いやまあこれはねしょうがないです。影が多すぎた。でこんな感じです。まあちょっと後で計算する感じかな。では次行きましょう。次が一応次勝てる候補になっちゃうけど、まあこれかな。海玉雪でも属性アップがバラバラなのよ。属性で合わせてるわけじゃないから。でしかも弱点がない。高属性の弱点のキャラクターがいない。そこがどう響くのか。私は完全な姿。福山さんいいよな。福山潤さんな。もうここねいっちゃいます。領域展開食らう前にもう何だったら行きたいなって思ってるんで、全て問題なしでブレイクする。だからもうナナミンはこれもね最初から行きますわ。そうゲトウと五条先生はナナミンのバフは反映されないけど、ゲトウスグルの反映されるんでね。これでなんだかゲトウスグルの必殺技でブレイクして領域展開食らうのいっちゃんきついと思う。切り払いもう赤コンビネーション。いやどうだ、こうして切り払い。いいよ必殺ゲージは溜まってる。まあ溜まるでしょう。必殺技打つ前にいける。でもこの感じだったら多分必殺技でブレイクできるな。で領域展開は第一段階の領域展開は食らわなくて済みそう。赤まあとりあえずゲトはこうだな。まあ自分でオツして自分で火力上げていくのもいいんだけど、やっぱりこの五条先生の火力を上げた方が絶対強い。重力の革新でどんどん上がっていく。で次もう一回これ切り払いしようかな。体術アップするから会心入ると。いやここぶった切りでいいか。ぶった切りしてこれで会心抵抗が下がってる状態でぶった切りできるから、はいドロン。どうだ上がんないか。さあこれはブレイクできるでしょう。次の必殺技でよし。とりあえず第一段階の領域展開は防げそう。まあでも理想はさこれ第2段階でさ全て問題だし打ちたいんだけど、ブレイクできんかなこれ。どう思うこれさ。ぶった切りして赤で倒せん？ブレイクできない？でもできなかったとしても最悪あれか、これ使わずにもしダメだった時用にこうするありかも。ブレイクできれば嬉しいけどできなくてもどう？無理だね。いやでもできなかったとしてもこれさ、これ多分これは耐えると思うね。これが耐える。待ってナナミンこんなくらう。これはいつかの願いするでしょ。しかも視力回復した。ナイス。これで7対3で交流したいねこれ。でこれ全て問題なしは使わない。赤これで頭角追放してで交流交流してこれ多分ブレイクできる。オッケー切り払いと赤でできるね。で第2段階になった瞬間に一応ナナミンがバッファーだから当時の必殺技でいけんじゃないか。残り2ターンでしょ。これはブレイク中もう頭角追放してこれこうでいくか。で切り払いして赤大丈夫。残り2ターンブレイクしてるから倒せるだろこれ。ここでもうなんだったらこのターンで倒したりできるんじゃない。でこうする切り払い。無理か。でも次いけるはず。これ次のターンで倒せるだろ。ここで倒せる。コンビネーションしてこうして切り払いして、いやぶっ
下切りして赤頼むぞ、倒してくれ。まあでも倒せなくてもいいのか。でも残りはターン数だよな。なるべく早めに倒したかったから。どうだったんだろうな。これではい、あはははは。さあこれで領域展開切れた。よし、これで安全です。では行きます。赤。いやでも天井天下しといた方が良かったのかな。なんかそこら辺が分からんよね。一旦無駄にしちゃうみたいなとこあったから。オーケー、いいね。で赤で、まあ、もう領域展開さえ切れてたらもうやられることは多分ないと思いたいんだけど、まだ分からんな。いや油断はできん、これ。こうする切り払い。いやここ天井天下、いやでもそうなんだよな。天井天下するとカウンターできるんだよな。近距離多いっちゃ多いから。だから悪くはないんだけど、それよりやっぱりもうガンガン攻めて次のターンでブレイクできるでしょ。これナナミンがやられたらまずい。あ、耐えた。オッケー。これでもうブレイク確定なので73こうして切り払い。あ、赤。これでブレイクできる。残りは何ターンで倒せるか。これは絶対後から響いてくるからな。これ倒したターン数13ターンか。13ターンだね。はい、ということで、コンビネーションも全力でいこう。ここはぶった切り赤12ターンか。12ターンフィニッシュ。これであとのそのキャラクター渋谷ジエンと死滅回遊側がどうなるか。これもちょっと見ていきましょうか。いや本当はねミゲルン入れたかったんだけどね。次がこちら。うわ強っ強っ。いやでもいや本当はジュレ入れたかったんだけどね。ダコンあたり入れてもよかったかな。でもさ、なんかやっぱり本気でいきたいじゃん。全力メンバーかなと思ってさ、やっぱりまあ死滅か渋谷ジエンとやっぱりこの2人やっぱり賢弱と戦った2人組みたいな感じで、ちょっと個人的になんか思い入れあるんでこっちにしてみました。まああと何より強いからってのもあるけど、まあ、ここはもう赤でいっちゃうか。青で抑えとくか。これ一回青か。オタームレするでしょ。情報共有。いやでも油断はできんだよなこれ正直。青赤。いやでも最初は青か。抑える。領域展開来たら全然あるからな、負けられるの。あ、ちょっと待って、大丈夫だよな。あれ残射あるよ。射撃して状況有。まあもしもの精神あるからいいか。ここちょっと赤いくか。で回ブレイクしたい。ブレイクできんかったらちょっと怖いんで、よし、まあブレイクできるだろう。こんだけデバフバフすれば8でおそらくいけると思いたい。さあここは磁力下げられたね。8いきましょう。これちょっとブレイクできんのが怖いかも。これやばいかな。残り何ターン？残り2ターンで領域展開飛んでくる。やばいかもこれ。8倒せねえ。待って、いつかの願いは使うだろ。いつかの願い使えるけど、これ待って、ここでいつかの願い使わないとやばいかもしれん。使うわ、もうしょうがない。本当はまだ使いたくない。青を使おう。青で抑える。8青で攻撃力を抑えます。これまずいか。ブレイクはできなさそう。領域展開は絶対抑えられない。となると残り体力半分。いや食らうな。で領域展開来るだろ。青とりあえず青で抑える。領域展開あれだな、五条先生の領域展開がたまらなかった。これはもうおたわむれするか。で情報共有して、でも磁力どうせ下げられるから8でよかったか。今のはちょっとミスかな。さあ 50% 攻撃力を抑えてる状態。これでどうでしょう。おたわむれ強化弾薬ない。痛い。でいつかの願いがない。いやでも無料空所も打っちゃうかこれ。そうだね、上書きできるので。これ待って、これどうする。これ残しとくか。無料空所必殺技残しときます。無料空所でおたわむれする。第2形態になった時にちょっと使いたい。無料空所ここで 80% バフはデバフは大きいんだよな。さあこれでしばらく動けない。いいよ、これで磁力回復プラスができる。フーが打つ。これ12ターン以内でしょ。いや12ターンフ
風がどうしよう。残り体力が400でしょ。うわ、あいた。どうなんだ、8いけるかなこれ。出番かかってる状態で収束と打撃。8どんぐらい食らう？ 8。 あ、いいねいいねいいね。いい、これでいいこれでいいこれでいい。じゃあもう一発でも8打てんな。回になる。強化弾薬、これ情報共有して回打つわ。火力出してブレイクできればいいけど、残り8でしょ。で、いや、五条先生も回っちゃうか。ブレイク成功で、次の回で倒せる。で、風が打ってで口の利き方教えてあげるプラスでいいんじゃない？バフも含めて。で、五条先生が残り2ターンか。まだ生きる。で、赤ここは回やって、これで倒せるでしょ。で、残り何ターンだ？ 9 ターンでしょ。いけるんじゃないかこれ。赤で倒す。はい、倒した。で、第2形態になったぞ。この第2形態を舞さん、これ口の利き方教えてあげる。これでね、敵に被ダメージ 80% だからね。で、情報共有して、で、赤打って風がこれでどうだ？一撃じゃ多分倒せるとは思うんだけど、大ダメージ与えられるんじゃないかな。一応ももちゃん情報共有入ってるし、まあでも1回しか入らないから情報共有。どうだろう、せめてまあ一撃では倒せなさそうだけど、ブレイクしてほしいな。ブレイクできない。あー、380か。いや、どうだ？オッケー。でもこれ多分マイさんはやられる。マイさん、2人もやる。マジか。ちょっ、マジンコちゃんか。マジンコちゃんだ。やばい。ちょっと待って、嘘だ。マジンコちゃんかい。わあ、これは海玉側のまず勝ちは確定。でもなんとかこれ勝ちたいな。倒したいねこれ。ああ、耐えたかい。ブレイクはできない。こんなものでいいだろう。くっそ、これめっちゃ惜しかった。こんな感じです。でも倒してるから今んとこは海玉玉折、渋谷事変、呪術廻戦0だね。よし、それではこの編成ラスト死滅回遊いきましょう。今のところまあ改めて1位は海玉玉折、まあ倒したってことでね。で2位がまあギリギリまあ倒せず、まあ渋谷事変、まあ呪術廻戦0はでもしょうがない、属性がちょっとあれだったので。で次こちら、いやーどうなんだろう、勝てると思うんだけど、でもやっぱり属性がバラバラ。でも乙骨くんが一応得意属性で、なおかつ最強のデバッファー長宗からの、まあ、虎杖くんも最強バッファー2人で、アタッカーでも強いで、なんといっても伏黒くんが強い。でも伏黒くん一つ弱点がもちろんあるんですよね。領域展開上書きされるっていう、そこが相手が領域展開打ってきた時にできないっていうか、領域展開打てないんだよね。そこがどうなるか。だいぶこの伏黒くん対策されてるから、これ多分あれだろうね、その当時看護相手伏黒くんが強すぎて多分対策されたんだと思うんだけど、対策っていうか一応それも踏まえてのではあると思うんだけど、いやーうまくやりたいなこれ。アサルトラッシュ、とりあえずまず早めにブレイクしてもらいたい。だからブレイク率高い乙骨くんは相当強いんだけど、バフがかかってないから、よいしょよいしょ、倒壊した。いいよ、いいダメージ。あと必殺技たまるか。あは、いいよ。伏黒くんはもう全然もうあははしてくれ。超新星ポンポンボディーブロー、そして愛も変わらず残念ながら虎杖くんは国戦を出してくれない。男子で 75% 上がってるんだけどね。入ったーって言ったらよし、これ大きい。いやブレイク残り2ターンか。いや必殺技たまらなそうだな。どうしよう。超新星、でも伏黒くんがたまる。そしたら看護をあえてしてスタンすればいけるか。そうね、ハンマー放出して次執行打てる。
いやこれそうだな、多分これ必殺技打たれちゃったらもう伏黒くん打ち返す手立てがないことはないどうしよっかな。でもそうだよな、回復もないし、もうこれは攻めるしかない。ここは考えて打ちます。ここ考えて打ってスタンさせる。確かローゼツはスタン耐性三角だから最初はかかる確率は高い。いけ、考えてスタン、よし、これよし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 、オッケー、これで執行ピキン、オッケー、よしよしよし、オッケーオッケーオッケー。これで早々にとりあえず第2段階にして、その後必殺技でガンガンいくわ。ここは必殺技打たない、まだ。まあお兄ちゃんは打たないといけないけど、多分お兄ちゃんは次のターン打たないといけないけど、いやあと2ターンあるわ。まだ超新星、ここまだ打たない、アサルトラッシュでおいでいいか、まだ打たないよ、まだ打たないよ、大丈夫、全然倒せるから。伏黒くんのデバフがあれば多分通常攻撃でももう全然倒せる、次のターン倒せる。問題はブレイク中に倒しても関係ないよね。溜まってる状態で倒しても関係ないから、今ここで倒しちゃっても別に問題ない、関係ないから、どっちでもあえてその領域展開が溜まってる状態で倒してもまた次溜まるでしょ。ブレイク中に倒したらいや変わらんよね、変わらんよ。まあいいや、切り払い、超新星いや先先決しちゃいかんか。先決するとこれが消えるから超新星、まあ一応これ黒線入れたいんでコンビネーションで連続切り OK。 いや超新星じゃなくてよかったな、しまったな、乙骨くんに連続切り打たせたかった。そしてお兄ちゃんでーす。さあ来た、これやばいよ。これ今切り払いまだ入るよね、切り払い入るから入れるで先決、ここもいっちゃうか、いけない、でも多分ねいけはしない。でもブレイクしたい、これでデバフがかかった。でさらに先決でもデバフかけれる、このデバフがかかった状態で断撃どうだ、まあこんなもんか。そしてさらに伏黒くんのデバフがかかった状態でユージ、ここで乙骨くん、いやもうある程度もうこれでいきなさいリカちゃん、ブレイクするのよ、素晴らしいわー完璧だ。そして毒でまだ耐えた、いやでも十分9ターンということで、これはいやもうこれはもう伏黒くんがかなりいい感じに打てたな。今看護あえてでスタンするかどうかでだいぶ違った。今もしスタンしてなかったら多分看護あえて打たれ、いや看護領域展開打たれて伏黒くん何もできずに終わってたの。はい、というわけで今回何ターンクリアだっけ、9ターンか、クリアターン9ターンで、クリアすることができました。まあこれは1位が、死滅回遊、海玉玉折で渋谷事変で呪術廻戦0。まあでもこれはあくまでねこの僕の動画でなんでね、そのパーティーだって、もちろんパーティーだってさ、その本当にローゼツ特化のパーティーにしたらさ、それこういっぱいにしたら勝てるだろうし、だからじゃあ渋谷事変学長だっつって死滅回遊も学長活躍するから学長だって言えばもう全然勝てるんだけど、あくまでね大体その有名キャラとかで、あとちょっとパーティーもちょっとなんとなくそのなんだろうな、ちょっとバランスよくやった中で誰が勝つでやったんで、ちょっとまたねもうこれこそなんか要はだからあとローデツじゃないやつが出るといいんだよね。レイド全員弱点でどんだけダメージ与えられるのかっていう、そのスコアアタックを常に常設で欲しい。その別にさ報酬いらないから、報酬なしでいいから、そういうなんかさ練習なんか人形とかでもいいわ、なんかそういう HP がめちゃんこあっててかもうほぼ無限で全員弱点で与えたダメージで、そういうやつがあるとすごい練習とかこういうのでもありがたいんだけどね。はい、というわけで今回この辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それじゃお疲れ様でした。バイバイ。